2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー25。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。今回はナンバー23、24に続く農水的クリーナー動画第3弾です。前回の動画ではアクチュエーターの仮試運転をしたところまでお届けしました。動画はハーネスの準備から取り付けの実演へと進みます。メインはハーネスの接続先、右リアサイドライニング内の配線状況です。 N ボックスと N ワゴンではリアのハーネス形状が異なります。なのでジョイントコネクターの接続場所には注意と再確認が必要です。この動画を見て取り付けを実施する方は何回も動画を見て理解した上で行ってください。ジョイントコネクターの扱いもたくさん動画が投稿されているので同様にお願いします。接続の実演は10分27秒頃をどうぞご覧ください。それでは今回もどうぞ最後まで動画をご視聴ください。ハーネスの加工。説明書に従ってハーネスを加工していきます。まずヒューズのテープを剥いでコネクター側に折り返して図のようにビニールテープを巻きます。取り付け説明書は購入先にお願いすると入手可能です。剥ぎ取りは丁寧にしないとウレタンテープが一緒に剥がれてくるので注意です。ヒューズをコネクター側に折り返して癖を直します。ビニールテープは引っ張って少し伸ばしながら巻きます。巻き終わりは手でちぎらずにナイフで切ります。そうすることでテープが剥がれにくくなります。できました。次に反対側の作業をします。ウレタンテープを半分に切ったものを3枚作ります。ちょうどハッチの中に入る部分です。先にカプラーの接続部分がむき出しなので図のようにエプトシーラテープを 30mm 巻きます。この部分です。できました。ケーブル先端から 850mm のところにテープで印をつけます。これは車両グロメットからリアサイドライニング内の長さです。その前にアクチュエーターが右に来たのでケーブルが1メートル強長いです。切るかどうかを判断しますが私は図の長さのままとします。先ほどの印です。 N ワゴンと N ボックスは高さが違うのでここは寸法を変えて 200mm にします。車両グロメットの部分です。そしてハッチ内部の長さを 500mm とします。この 500mm の間に 120L のウレタンテープを3枚巻きます。これはハッチ通線口内でのケーブル保護です。なので間隔は不揃いでも構いません。
それではやってみましょう。片側にテープを巻きます。反対側も巻きつけます。この3箇所は単なる保護なのでなくとも良いような気もしますが、説明書には記載があります。それらの中間にもう1枚巻きます。できました。あとは随分長いですが、まとめてハッチ内に結束します。結束は通線後の出来方を見てからで良いでしょう。適切な結束バンドを使って行います。これで通線準備ができました。リアサイドライニング内へのアクセス方法。右リアサイドライニング内にアクセスするには、右リアサイドガーニッシュを外します。詳しい外し方はナンバー5動画の4分36秒頃をご覧ください。後部シートを前に移動して、スライドボードやフロアリットを外したらリアパネルライニングを外します。リアパネルライニングの外し方もナンバー5動画の5分57秒頃をご覧ください。ここまで来たらラゲッジネットがある方はネットを外します。ネットを止めているアンカーを外します。ビスを緩めると中にカラースペーサーが使われています。受け鉄板との間に結構な隙間があるのです。それを落とさないようにビスごと抜き取ります。下も同様にします。めったにないですが、ガーニッシュを大きくまくってビスを引き抜けば中に落ちてしまいます。これがカラースペーサーです。あとはクリップと爪で止まっているだけなので順に外します。リアの配線とハーネスが現れました。リアサイドライニング内の配線と接続先。運転席側から来ている電線束です。コルゲートチューブを剥いでみると電線の行き先を終えます。これがテールに行っている線です。どうやら運転席側からとコネクターからの線が混ざっています。まずグランドが1本、運転席側から直接2本、多分この白線がリバースでしょう。ここから先を剥いでみましょう。コネクターから赤とピンク線が来ています。調べてみると黒がグランド、白がリバース、赤がストップ、緑がターン、ピンクがイルミでした。グランドは再度取り直していますね。赤とピンクは運転席から直接コネクターに入ってそこから分岐しています。N ボックスはコネクターの線にジョイントでしたが、ここが違いますね。それでは通線してジョイントしていきましょう。ハーネスの通線。加工したハーネスをハッチ側から通線します。
ウレタンテープを3箇所巻きつけた部分はリアガラス脇の枠内に収まります。記した先端より 850mm のところです。車両グロメットを通してハーネスが車内に入りました。ハーネスの接続。目的の白黒線にジョイントコネクターを取り付けました。上から絶縁テープを巻きつけてこのように固定します。その上から2分割した 25×120mm のウレタンテープを巻きます。あとは剥いだ保護を戻していきます。このようになりました。季節線に添えて適宜結束していきます。白バンドのところです。ハッチ内配線のまとめ。ハッチ内の配線を季節線に沿わせてまとめました。季節ケーブルの出口で共に結束しています。コネクターのヒューズ配線は残りのウレタンテープを巻きつけて保護しました。タイベース 19K を使って結束しています。これでなんとかきれいにまとまりました。最終試験。最終試験にちょうど合わせたように雨が降ってきました。リアカメラの水滴状況はこのようになっています。何回か撮影しましたが水滴を吹き飛ばす瞬間の映像がうまく撮れません。エアーはリバースに切り替えた瞬間に吹いています。なので映像はカメラの立ち上がりタイムラグに阻まれています。カメラ電源がつながって映像が映るまでの 0.5 秒くらいでエアーが終わってしまうのです。水滴が吹き飛ぶ映像が撮影できなくて残念です。次回はスイッチを別にして映像をお届けしますのでご期待ください。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。